内ももがこんなに細くなったんです。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日はね、視聴者の方からめちゃめちゃ嬉しいご報告をいただきました。冒頭でも言いましたが、このようにですね、内ももの隙間、動画を見ていただいて、毎日ストレッチをする中でこれだけの変化が出ましたといったことをインスタグラムで投稿していただいてました。それを僕偶然見つけて DM をさせてもらったんですけども、どういう風にやってこれだけ短期間で足が細くなったのか、その秘密を聞いてきましたので、それを皆さんにシェアしたいと思います。その方にお話を聞いていると、ただ単に太もも、痩せたい部分のストレッチをするだけではなくて、その周囲ですね、骨盤の歪みだったり股関節の調整、複数の動画をまとめて毎日されていたそうです。その方にお話をさせてもらう中で、ぜひ他の視聴者の方にもですね、変化を共有したい、どういう風にすればより効率的に足が細くなるかという情報をシェアしたいので、よかったらお写真使わせてもらえませんかっていう話をさせてもらったら、もうすごく快くご諾いただきまして、今回の動画の企画になっています。なので今日やっていく内容としては、この内もも痩せを実現した複数の動画を一つにまとめたオールインワンの時短プログラムになります。骨盤の矯正から太もも痩せ、内ももの隙間を作るところまで全部まとめてこの1本で行うことができますから、一緒に頑張りましょう。はい、ではいきたいと思います。足を肩幅に開いて、まずは交互に足をパタパタ、足パカです。はい、まずはですね、太ももの隙間を作るためにはその周囲の筋肉、特に股関節ですね、足の付け根、これは骨盤につながっていますから骨盤の矯正に関わります。特に股関節、骨盤周りが歪んでいる方というのは、むくみだったり下腹ぽっこりとか、その負担がももにいって太ももが張ってしまったりしやすいです。皆さんどうですか？内側に倒す方、左右差はないですか？もしくは外側はすごく倒せるけど内側は全然倒れないとか、その逆パターンとか、そういった違いがないかまずは感じてください。骨盤の歪みを整えてから太もも痩せの種目移っていきますよ。呼吸は忘れずに。 OK、 ちょっと足ほどいて脱力、力抜きましょう。はい、ゆらゆらと揺らして、では今度は足を片側ぐーっと内、片方ずつ内股にします。この種目ですね、普段ガニ股気味の方はこれが大変辛いので、たくさんやっていきます。逆に内股気味の方というのは、この種目はあんまり頑張らなくていいです。次の種目を頑張ってください。でこの種目座ってやるのがしんどい時は寝転んだ状態でやってもらってもいいです。どっちでもいいですよ。こんな感じ。これ楽ちんですね。ちゃんとこの股関節の外側、こういうところ、太ももにつながる筋肉つながってますからね、この辺りをしっかりと伸ばしていきます。ちょっとほぐれてきたらね、止まってもらってもいいです。この辺りが突っ張ったり伸びる感覚があったらバッチリです。呼吸して OK、 今度反対側で、この足をまたぐーっと内にパターンと閉じて戻す動き繰り返していきましょう。まずはこれね、股関節の動きを良くしていきます。足を内にパカパカ動かして足パカです。目いっぱい息を吐いて吸って吐いて吸って、呼吸は自分のタイミングでいいです。飛べないように気をつけて。しっかり内側へ倒す方を深く、余裕がある方は倒してキープ、さらに外側をじわじわ伸ばしていきます。お尻の外側がほぐれていくのを感じてください。目いっぱい長く吸う、お腹や胸全部膨らまして長く吐いて、自分の呼吸の音聞こえるぐらい深い呼吸。はい、 OK、 リラックス。力抜きましょう。今度は足裏を合わせます。で背筋を伸ばして前に倒します。はい、この動きですね、内ももの筋肉、内転筋と言いますが、このももの内側、まさに隙間を作りたい方はここを使っていく必要があります。でこれも座ってするのがしんどい方は寝転んだ状態で足裏合わせとくだけでも最初は OK です。呼吸を繰り返して長く息を吸って、おへそから地面に近づけるような感覚です。しっかり内もも伸びてますが、余裕があったら肘で膝を外側へ押す。しっ
かりと内ももが伸びていきます。長く吸ってゆっくりと吐く。深呼吸を忘れずに。はい、いいです。今度は足をかけていきます。これ壁がある方は壁に足かけてこんな形。これでお尻の外側、ここら辺伸びる感覚はありますか？余裕があったらもう直接掴んでもらってもいいですし、もう辛かったら壁にかけてキープだけ。まだまだ辛かったらもっと壁からお尻離してもいいですよ。逆に余裕がある人はこのかかとをよいしょ持ち上げて膝を遠くへ押すと、ここの伸びが強くなると思います。どうやったら伸びが強くなるか、筋肉に効きながらポイント探してください。ストレッチは止まってるわけじゃないんです。伸びるところをずっとね、小さく動きながら探し続けてます。さらに呼吸を深めると吐く息で筋肉が緩んでいきます。 OK、 反対側です。よいしょ、かけて余裕があったらかかとを壁から離して膝は遠くへ押しましょう。ふう。はい、お尻の外側、エクボのあたりを伸ばします。これはね、お尻の筋肉が伸びますから、そうすると股関節の動きが良くなって太ももの循環もどんどん良くなっていきます。はい、では呼吸を忘れずに普段の 1.5 倍から2倍ぐらい呼吸を深めていきましょう。呼吸を深めると体幹の筋肉が刺激されます。下腹も細くなっていきます。余裕がある方はね、思いっきりこの足を抱えてもらってもいいですし、自分のペースに合わせてやっていきましょう。しっかりお尻伸びてますね。これはガニ股にしてますから、普段内股気味の方はこれ辛いはず。苦手な方を頑張って。 OK、 いいです。はい、では少し骨盤周りが整ってきましたから、足を開いてこのまま上げ下げいきます。上と下へふふ目いっぱい息を吐いて吸って。この時ポイントとしては骨盤が後ろに傾くとももの前に力が入るから、しっかりと真横に向けて足の内もも力を入れていきます。深い呼吸です。内ももの隙間を作るために必要なところ、内もも熱くなってますか？余裕があったらもう1ミリ2ミリ高く持ち上げて、その調子。内ももがだるくなったら正解です。地味にしんどい。もう一息。きつくなったらね、足を下ろして休憩しても大丈夫。50秒はね、ちょっと長かったですね。OK、 反対側です。はい、今度はこのまま足を置いて上げ下げしていきます。スタート。はい、足は前に行きやすいと思います。しっかり後ろに引いて、体の一直線上、もしくは少し後ろ側ぐらいでもいいです。内ももがしんどいなとか、足上げにくいなと思うところ、そこでキープ。で、上の膝は辛かったら曲げても全然 OK です。どっちでも大丈夫。しっかりね、この地面側の足、内ももに力入ってますか？できたらこのお腹と地面の隙間、ここが潰れずに足上げれたら内もも痩せ効果が倍増します。お腹がくちゃーっと潰れちゃう方は、ここ脇腹縮めてね、足上げる動きをごまかしてますから、できたらここに隙間、もう画鋲をね置いといてもいいぐらいのイメージです。そうすると内もも一気に効いていきます。きつい。もうちょい。 OK。 さあまだいきますよ。今度は四つ前のポジションから大きく膝を開いてください。このままお尻を後ろへ。今使った内ももをストレッチ。これも骨盤股関節の調整になってますから、骨盤矯正にも効果的。今使った内ももが伸びてきていますね。長く吸って吐いて。しんどい時はね、この足の幅は狭くても全然 OK です。腰を反ることを優先してください。腰丸々と効果半減します。しっかり腰反らして後ろ。余裕があったら足の幅をどんどん広げて。
おへそが地面に近づきます。伸びてきたらね、いっちゃん伸びが強いなーってところでキープしてもらってもいいです。辛い方は無理せずに自分のペースに合わせてください。はい、いいです。ではここからももの前、この大腿四頭筋、大きな筋肉を伸ばします。膝を曲げてキープ。太もも前を伸ばします。余裕がある方は膝の下にクッションとかを置いて膝の位置を上げてもらうと伸びが強くなります。これは調整してください。この種目もね、太もも痩せには非常に大切なポイントです。長く息を吸って深く吐いて、しっかりももの前が伸びていくのを感じて、これもね、できたらおへその下腹引っ込めて、へその下にスペース、画鋲が入るぐらいのスペースを保てると、もも前の伸びが強く、そして下腹まで細く締まります。目線を下へ。タオルがある方はタオルをおでこの下に引いてリラックス。はい、入れ替えましょう。今度は反対側、ももの前です。これはですね、余裕があったらこのまましっかりと下向いて膝をクッションとか引いて膝の位置を高く上げます。辛い時はこのまま、もしくはこうやって横向きでもいいです。膝引っ張ったらももの前が伸びていきますね。選んでください。深く息を吸う、長く吐く。呼吸の仕方は鼻から息を吸ってゆっくり口からため息つくように吐いていきます。体の硬い方の特徴は無意識に呼吸が浅くなってます。もしかしたら呼吸止まりやすい方もね、いると思います。呼吸と柔軟性は比例しますから、必ず深い呼吸でストレッチを行ってください。伸ばす目安は痛気持ちいい範囲、心地よいなと思うぐらいのところで。はい、次の種目辛かったら今の種目を繰り返してください。ちょっぴり強度が上がります。はい、このような形でかかとの上にお尻を乗っけて、はい、膝を地面に近づけましょう。太ももの前見えますか？大腿四頭筋と言いますね。ももの前の大きな筋肉を伸ばしていってます。この時に足が外側が張ったり太くなりやすい方は外側に足が開いちゃいます。拳1個分。そして膝下のねじれや歪み、すねの湾曲がある方はかかとの位置がこうやって広くなってます。X 脚とか女性の内股の方気をつけてください。これ足歪める原因です。必ず足はかかとも膝も拳1個の幅でじわーっと地面に近づける。これが一番大事なポイント。こんな形ですね。はい、いいです。では最後はチャレンジ。余裕があったらこのままですね。ほっ、後ろ。これね、多分膝めちゃめちゃ痛いと思うんでクッションとか引いといてください。今ちょっと自分でもやっててね、めちゃめちゃ痛いですね。下はね、柔らかいところでやっといてください。でこれ余裕があったらぐーっと体を後ろへ起こしていくんですが、ちょっとクッションをね準備するの忘れて痛いんで僕は前にやっておきます。いけそうな方は後ろへ体をぐーっと起こしてもらってもいいですよ。背中と壁の隙間を少なくすると伸びが強くなっていきます。もう一息頑張って、この種目が最後ですよ。しっかりと太ももの前が伸びていくのを感じる。これも足は拳1個幅。次足を切り替えた時に向きをお伝えします。OK いいです。まず足入れ替えます。めちゃめちゃ膝が痛いですね。想定以上ですね。これでできそう。こんな感じ。これですね、しっかりと足を拳1個の幅にして、これでぐーっと体を起こしていきます。今だいたい腰幅拳1個分ぐらい、そしてつま先とお皿が真正面を向いてます。余裕があったらぎゅっと体を起こしてもも前をしっかりと伸ばしていきます。きつい時は浅くて OK、 もしくはさっきやってた寝転んだやつ、一つ前のもも前のストレッチに戻してもいいですよ。これは自分のペースに合わせてください。
よいしょ。クッションとかがあればだいぶ楽になりますね。これでももの前をすっきり細くしていきます。ではここからもう一息頑張って深く吸う。吐き切って OK。 はい、お疲れ様でした。ちょっとね時間長かったかもしれませんが、骨盤矯正から太もも痩せのストレッチ全部まとめてオールインワンにしています。ぜひ2週間ほど続けてもらいまして、変化があったら SNS や Twitter などでシェアしてもらえるとすごく嬉しいです。もしよかったら Twitter の DM とかで変化が出ましたっていうお写真とか送ってもらえたら嬉しいです。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方へお願いします。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。